アマテラスはなぜ岩戸に隠れたのか。闇と光の間にあるもの。神話とは、太古の人々が自然に向けて語りかけた心の記憶です。空が荒れ、雨が降り止まぬ夜、太陽が顔を見せず、風だけが森を揺らしていた。そんな日々が続くとき、人はこう思ったのでしょう。太陽の神はどこへ行ってしまったのか。そこに生まれたのが天の岩戸隠れという物語。光と闇の狭間にある神話には、古代人の祈りと恐れと希望が刻まれています。舞台は神々の住まう高間の原。太陽の女神アマテラスは空を照らし、世界に秩序を与える存在でした。一方、その尊す左脳は海を司る神でありながら、しばしばすさぶる心を抑えられない存在でした。ある時、左脳は高間ヶ原へ登り、こう言いました。姉上よ、私は亡き母の国へ行く前に、お別れを申し上げに参りました。アマテラスは疑いながらも、スサノオを迎え入れます。けれどその後に起きたことは、神々を震え上がらせるものでした。田を荒らし、神殿を壊し、神聖な旗織りの部屋に、馬を投げ込んだのです。恐怖と冒涜、そして、一人の侍女が命を絶った。アマテラスは、深く心を傷つけられます。こんな世界を、照らす価値はあるのか、そう思ったのでしょうか。アマテラスは、天の岩戸と呼ばれる大きな洞窟に身を隠します。扉は固く閉ざされ、太陽の光は、世界から消えてしまいました。辺りは闇に包まれ、風も木々も、ただ静かにうごめくばかり。草も育たず、作物も実らず、神々も悲しみに沈んでいきました。これは、ただの隠れ話ではありません。人々が自然の災いを前にして、どうしようもない闇を感じたとき、光が隠れたと、心の中で名付けたのです。神が隠れる。それは、世界の秩序が崩れること。それはまた、自分たちの心の中にも、暗い岩戸があるということなのかもしれません。絶望する神々の中で、人柱の女神が立ち上がります。なお、雨のうずめ、彼女は、岩戸の前に祭壇を作り、そこで舞を踊りました。それは、豊穣と命の力をたたえる踊り。胸元をあらわにし、足を踏み鳴らしながら、笑いを誘うように舞ったのです。神々は笑い、岩戸の前は賑やかになっていきます。その騒ぎに、アマテラスは思わずこう尋ねました。私が隠れているのに、なぜ、そんなに楽しそうなのか。そこへ差し出されたのは、一枚の鏡。アマテラスは、自らの姿をそこに見つけます。こんなに明るい光が、まだこの世界にあるのか。その時、力自慢の神が岩戸を開け、太陽の神は再び、世界を照らす場所へと出て行きました。この物語が伝えられてから、1000年以上が経ちました。けれど今も、神社のご神体には、鏡が祀られています。それは、アマテラスの姿を映した、あの八田の鏡。光とは、遠くから差し込むものではなく、人々の眼差しの先にあるものだという教えなのかもしれません。岩戸とは、自然の災いでもあり、時に、人の心に訪れる閉ざされた状態でもある。けれど、そんな時にこそ、踊りや笑い、そして誰かの声が、扉を少しだけ揺らすのかもしれません。神が出てくるのではなく、人が光のもとへと歩いていく。そんな神話の形もあるのでしょう。アマテラスが隠れたのは、怒りでも恐れでもなく、光とは何かを問い直すためだったのかもしれません。闇を知る者だけが、光のありがたみを知る。そう考えたとき、この神話は、1000年を超えてもの、私たちの胸の奥に、小さな光を灯し続けているのです。このチャンネルでは、忘れられた光と、語り継がれる祈りを、丁寧に紡いでまいります。よろしければ、チャンネル登録と高評価を、また物語の続きを、共に歩んでいただけましたら幸いです。